皆さんこんにちは、藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。今日はですね、私の大好きなアニメ、進撃の巨人について爆語り、たくさん語っていこうと思います。皆さん、進撃の巨人見たことありますか？ない人はこんなポッドキャスト聞いてないで見てください。めちゃくちゃ面白いので、私は漫画も読んだし、アニメも5周はしました。結構オタクなので、興奮して早口になっちゃうかもしれません。すみません。あとたくさんネタバレする予定なので、ネタバレされたくないよって人は、このエピソードは飛ばしてください。そして、漫画よりアニメ派なので、アニメの話が多くなっちゃうと思うんですけど、ご了承ください。ということで、今回は私の好きなシーンを勝手に発表していこうと思います。もうありすぎて選べないんですけど、頑張って5つに絞ったので、ぜひ最後まで聞いてください。それでは発表していきたいと思います。はい、1つ目は、ライナーとベルトルトが正体を明かすシーンです。これは何と言っても発表の仕方がすごい。あの重大発表をさらっとどうでもいいセリフみたいな感じで言うんですよ。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。って。最初に見たときは、セリフ聞き間違えたって思いましたもん。これは殿堂入り。歴史に名を刻む名場面ですね。で、二人が巨人化する直前のミカサ？一瞬の判断で容赦なく二人を殺そうとするんですよね。判断力の速さに痺れました。それと、巨人化する時の音楽ね。あれも最高です。最悪だ。ライナーとベルトルト巨人だったんだって思いながらも、かっこいいって思っちゃう巨人化シーンでした。あれは。続いて、リヴァイの戦闘シーン。これはちょっとずるいんですけど、一つに絞れなくてひとまとめにしちゃいました。まず、やっぱり、女型の巨人と戦うシーンですよね。そして、獣の巨人、ジークとの戦闘シーン。何回も戦ってますけど、全部かっこいい。あとはケニーとの対人戦闘もかっこよかったですね。リヴァイは本当にかっこいい。それ以外言うことはないです。続いて、ユミルの巨人化シーン。ウドガルド城で巨人に攻め込まれて絶体絶命になった調査兵団というかヒストリアを助けるためにユミルが巨人化するシーンです。ユミル大好きなんですよ。このシーンの前からキャラの中でも好きな方だったんですけど、ここで大好きになりました。物語的にもすごく盛り上がったシーンだと思っていて、このシーンの前にニシンの缶詰をね、ユミルが発見して、ライナーに外から来たことがバレちゃうシーンがありますよね。壁の中にはおそらくないはずの缶詰をライナーは知っていて、壁の中では使われていない文字をユミルは読むことができる。
ライナーもユミルもお互いに壁の外から来ていたっていう伏線だったんですよね。ここで、あれって思わせておいてからの巨人化ですよ。もう初めて見たときはドキドキが止まらなかったです。それでクリスタに胸張って生きろよって言うんですよ。かっこよすぎません？その後のセリフも好きですね。でも、その時に心から願ったことがある。もし生まれ変わることができたなら、今度は自分のために生きたいとっていうセリフですね。自分のために生きると言いながら、結局人のために生きちゃうユミルが愛おしいんですよ。ヒストリアのため、最後はライナーとベルトルトのために死を選びますよね。4つ目は、ここで3人でかけっこをするために生まれてきたんじゃないかのシーンです。アニメだと最後から3番目のエピソードの中にあるシーンですね。92話かな。始祖ユミルに捕まったアルミンが道でジークに会います。アルミンはジークにここから現実に戻る方法を聞くんですけど、ジークはどうしてまだ増えるのためか。死を存続させることは君にとってそんなに大事なのかって聞きます。アルミンは砂の中から落ち葉を見つけます。そして小さい頃に幼馴染3人でかけっこをした時のことを思い出して、その時僕はなぜかこう思った。ここで3人でかけっこをするために生まれてきたんじゃないかって言うんですよ。ジークには落ち葉が野球ボールに見えて、クサバーさんとキャッチボールをするだけで幸せだったと気づくんですよね。説明が長くなっちゃいましたけど、ここは本当に好きなシーンです。アルミンがそういうまでは、私もジークが言ってることに共感していて、そうだ、増えるため、増えてどうするんだと思ってました。そこで、アルミンのセリフを聞いて、そうだ、生きる意味なんてそんなに大きなものじゃなくても小さな幸せでいいんだと思えたんですよ。ここは結構刺さりましたね。これはアニメの67話で、エレンがジークに言った、この世に生まれないこと、これ以上の救済はないっていうセリフへの答えなのではないでしょうか。この世に生まれない方が幸せだと思っていたジークに対して、アルミンは、何でもない日常の小さなこと、それ自体が幸せなんじゃないかという答えを返したんですよ。もうアルミンはいつも私が気がつかなかったことを教えてくれます。そして最後、5つ目の好きなシーンは、サシャは狩人やったのシーンです。サシャが亡くなった後に、サシャの家族とガビ、ファルコがニコロの料理を食べに来る場面です。ガビがサシャを殺したことを知ったニコロが言ったセリフ。知るかよどっちが先とか。このセリフからは、憎しみの連鎖から抜け出せない絶望と、どうしようもない怒りみたいなものを感じて、ぐっときました。そしてサシャの両親が、ガビを許すんですよね。もういい人。サシャの両親は、
作中でトップクラスの人間性を持っていると思います。そしてカヤね。ガビたちを助けたカヤでさえ、いざその憎しみの連鎖に入ってしまったら、復讐で心を乱してしまう。この場面は、進撃の巨人という作品全体の縮図、大事なところを詰め込んだような場面だと思います。そのちょっと後の場面で、巨人に襲われそうになったカヤをガビが助けるシーンもかなり好きです。ということで、私の進撃の巨人の好きなシーン発表会でした。佐山先生自身は特に伝えたいメッセージはなくて、ただ衝撃を与えたかったって言ってるんですけど、でも私は進撃からいろんなことを学ばせてもらいました。もうなんか、現実実際に私たちの記憶が消されているだけで、実際に起こった出来事なのではって思ってしまうぐらい、細かく作り込まれたお話ですよね。語りたいことがありすぎてちょっと動画が3時間ぐらいになっちゃいそうなので、この辺でやめておこうと思います。皆さんの進撃の巨人で好きなシーンもぜひコメント欄で教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。